ああああ。でもボッシュは確か2メートルぐらいからの落下テストでは壊れないように設計されてます。それをちょっとやりたかったんです今刃はつけてやりませんけど、グラインダーを回します。いきます。もう落ちる手前、この辺で止まってる。もう一回。もう砥石が回りながら落ちて跳ねたりとかってする前に、今早かったです。この辺やったんです。速度センサーだよね。速度センサーか、とにかく賢いセンサーがついてます。はい、こんにちは。社長部長 YouTube の店長です。皆さんお久しぶりでございます。今日はボッシュのディスクグラインダー、過去にも紹介したことがあるかと思うんですが、ちょっとどうしても今回お伝えしたいことがありまして、今度新しく出た GWX18V15SC と GWX18V-10SC、 この2機種をちょっと比較と新しい性能規格とかっていうのをちょっとご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。GWX18V-10 の SC ディスクグラインダーなんですが、これはもう皆さん今までよく見たことがある、現場でも見たことがある 18V の6A の電池です。でモーターもそんなに特徴的があるモーターでもなくて、もう昔からあるモーターを使ってます。フェライト磁石っていう、皆さん小学校の時とかになんか理科の実験とかで使ったことがあるような黒い磁石を使ったモーターをこれは使用してます。今度僕が説明をしたかった新型のプロコア 18V とバイターボ、日本語で言うと車がお好きな方だったらよくわかるかと思うんですが、ツインターボっていう意味のブラシレスの新型のモーターになります。モーターがさっき言った黒い磁石、フェライト磁石っていうやつなんですけど、今度こっちは使ってるのがネオジウム磁石とかネオジム磁石っていう、メーカーさんとかによって言い方が2通りあるんですけど、非常に強力な磁石を使ってモーターを動かします。でモーターを動かす時に必要なのが、電圧はもちろんなんですが電流っていうのも非常に大切になってきます。強いモーターを回すために、このプロコア電池がやったことが何なのかっていうと、世界規格でリチウムイオン電池ってある程度こうサイズとか中の抵抗とか出力とかっていうのが決まってるんですけど、新しい規格をボッシュ作って新型の電池をこの中に入れてます。その性能が上がったとかっていうのももちろんなんですが、非常に細かいところまで気を使ってる電池で、よく電動工具の電池をこうばらした写真とかって皆さん多分インターネットとかで見たことがあるかと思うんですが、電池同士をつないでるプレート、銀色のプレートがあるんですが、あれ電気溶接で点付けなんですよね。で今度ボッシュのこのプロコアの電池はレーザーでしっかり面で溶接をして、電流の流れのボトルネックっていう、要するに細くなるところを少なく、できるだけ少なくしてます。でまた電池からここの端子のところまでのケーブルとかも非常に抵抗が少ないケーブルを使ってやってます。抵抗を下げるっていうことがどういうことかっていうと、非常に強い力の電流が取り出せる。電池のこの一番デメリットの発熱、電気の抵抗があるとどうしても電池というのは熱を持ちます。抵抗を下げることによって熱は少なくたくさん電流が流せる。要するに電池が 18V でもしっかり電流がたくさん出る電池であれば、強力な磁石を使ったモーターもしっかり回すことができます。じゃあ熱を持たないというか、発熱が少ないんですけど、この電池熱はやっぱりどうしても持ちますんで、やっぱこういう空冷のバイクとか農機具とかのエンジンと同じように、こういう冷却のするための表面積を広げるフィンがついてます。この電池の中の内側も熱が外に伝わるようにきちんとフィンがついてます。あとボッシュの充電器、ボッシュだけは昔から外気を吸って冷やす。で今結構多かったのが充電器側から風を送って熱を冷やす。でも充電器の中ってやっぱりだいたい 600W、700W ぐらいの電気を消費しながらやってるんで、あったかい空気で冷やしてたりしてたんですけど、ボッシュは外気で冷やす、冷たい外気で中を冷やすっていうやり方を昔からやってるメーカーです。
今から、コンクリートをカットしていきたいと思います。ボッシュのダイヤ、意外と言葉悪いんですけど、あんまり切れそうなデザインじゃないんですよね。でもこれ X ロックを使ってもらってるお客さんもやっぱり同じような意見で、あんまこれ切れそうじゃないやんとかって言いながら買って帰ったお客さんが、あら切れるよってよく言ってもらえるおすすめのダイヤです。で定価で4500円、思ったよりも安いです。じゃあこのダイヤを使って今からコンクリートを切っていきたいと思います。定番の X ロック、そうやん、カバーつけないかんかったんや。全部ツールレス、ドライバーとかレンチとかが不要です。外れました。でこのコンクリートのこのカバーもこれでもうロックで、あとあれ外してロックください。サイドハンドルで2つもついちゃうやん。もうどこ行ったかなと思ったらこっちついちゃった。でもなんかちょっとあたりかっこよくないですか。もうここまで工具も使わずにカバーが装着できます。であとダイヤもつける時も外す、カバーでダイヤをはめる。でもこれで OK です。で今回もう一つ便利なのが充電式のクリーナーで、他のメーカーとかでもここまできちんとホースを巻けたり、こういったなくなりそうなこういうアクセサリーとかも一つに全部セットができるようになってます。これは前のタイプのディスクグラインダーでちょっとコンクリートを切っていこうと思います。こういうカバーで車輪がついてるのって見たことなくないですか。ね、こういうところが芸が細かいなと思って。メガネ、このメガネめっちゃ軽くていいんですよ。これどこのメガネですか。 3M。 どうしてもこういうメガネってこうなんかつけちゃったらキューってなるじゃないですか。痛くなるって、でそれがなくて、なんかこう子猫の手でこう押さえられてるみたいな、柔らかいんですけど、でもこれ落ちない。そう首がピキってなっちゃう。よし、じゃあやります。はい、充電器ははい、すいません。失礼します。深さは25ミリで切ってますけど、やっぱり結構もう無理してます。じゃあこれを今度プロコアのバイターボに交換をしていきたいと思います。ワンタッチ、ここで位置が決まってハンドルで、それでなんかもうロックみたいなことになる、ね、そうもうこれでロックになります。さっきのワイヤーを、はい、で深さも25ミリ。ここにゲージが出るよね。これここにゲージが出ます。でこれこう下げるとここがメモリが変わる。メモリが変わっていきます。仕組みになってそうなるほどね。だから無駄に深く切るともう結局ダイヤも電池もロスするじゃないですか。そういうことがないようにプロコア電池、もう見てて違いますね。これ見てて全然違うわ。早い。でこれ品番に 18V-15 って書いてあって、でこれ1号っていうのが何なのと、100V の機械だと 1500W 相当の作業量ができますよと。125のグラインダーで見たところよほど高周波とか特殊なグラインダーじゃない限りは125だったらやっぱ 1300W とか1400W のものが一番私の知ってる限りでは出力が高いグラインダーになります。それはコード式なので、これはもう電池でその力を出してます。あともう一個、ここ全然綺麗に集塵できてますね。綺麗に集塵、簡単に取り付けもできて、簡単に作業効率、やっぱり皆さん作業するときに実際本当はこの作業を切るとかカットするっていう作業がやりたいのに、そこの準備でやっぱり時間がかかるっていうのが一番
効率が悪いと。でやっぱりこれ X ロック買ってもらったお客さん、やっぱり砥石の交換も便利だし、ダイヤ切られてるお客さんとかもやっぱりこれ買ってもらったらホコリが出るのが少ない。これ非常に評価をいただいてます。 X ロックでこの新しいバイターボのパワーは使ってもらったら分かりますんで、試す機会があったら展示会とかでどっか見かけられたらそのボッシュの方に声をかけてみてください。このバイターボのグラインダーが得意な負荷がかかる作業、研磨っていうのが実は一番グラインダーにとっては負荷がかかる作業です。今3とかって見えてます？見えてます、見えてます。でこれをこうすると2とか1、ここに Bluetooth でつながるチップが入ってます。でそれでアプリとつなぐと、ここが6段階まで、通常は123しかないんですけど、これ12345っていう調整っていうのが細かくできるようになるし、使用時間とか何のエラーで止まったかとかっていうのも後でスマートフォンで確認ができるようになってます。じゃあちょっと研磨作業やってみたいと思います。はい。3はもちろん力が強いのが当たり前なんですけど、今度1でやってみます。はい。止まらん。負けた。無理させてもすごく頑張ってくれるバイターボとプロコア。ただ今みたいな作業をやってる時にキックバック、切断の時とかがよくあるんですけど、キックバックが起きたりとかした時っていうのがもうこれで止まります。でその止まるのも今までのそのブレーキ付きに比べたら圧倒的に速い。でこれドイツのボッシュのドイツの本国のホームページでコード式とこれをどっちが早く止まるかっていう検証の動画があったんですけど、半分以下のスピードで止まってます。もし何かトラブルがあっても非常に安全と。ドイツ人って意外とそういうところがすごく細かいんで、日本人は器用だから結構皆さんうまくやっちゃうんですけど、ボッシュのそういう安全とかっていうことに関しては僕たちが考えるよりもずっと先のことを考えてるなって、そういうメーカーです。建築とか建設の現場で、切断のこの原作とかのこのカバーっていうのはもちろん、今そのゼネコンさんとかによってはブレーキ付きを使ってくれとかコード式でもですねも言うんですけど、この前ちょっとグラインダーの講習を会社のみんなで受けたんですけど、取り付けできちんと取り付けてるかどうかっていうのが実はその講習の中で非常に時間を取って説明があって、普通のそのネジ式のやつだったらつけて3分間は空回しをして異常がないかとかっていうのを確認してくださいっていうのが本当はあるんですけど、もう X ロックだったらもうこれでもうつけてこれで終わり。本当にきちんと取り付いてるかどうかっていうのはもうこれ以上チェックのしようもないんで、今後ゼネコンさんとかの現場ではもう X ロックのこのワンタッチのロック式を使ってくださいっていう日がもう多分そこまで来てるかと思います。今度は以前のバッテリーで以前のモーターのタイプでちょっと研磨をちょっと試しをしてみたいと思います。電池だけをイコールコンディションにした方がいいのかな、どうだろう。一回ちょっとこっちでやってみましょう。はい、低回転の位置でちょっとやります。はい、やっぱ簡単に止まる。簡単に止まる。これを3でやってみます。今度3でも止まる。止まるね。止まる。じゃあちょっとプロコアバッテリー乗せてみます。プロコアバッテリー乗せてみます。やらせがうまいねとかって言われたらいかんので、ちゃんとしっかり全力でやりたいと思います。じゃあ1からね。また1からいきます。はい、ちょっと土俵際が強くなってる。
土俵ちょっと粘ってますね。粘ってる粘ってる。電池でもちょっと変わりますね、でこれに比べると2割ぐらい落ちるかなとか、カタログとか見るとここがすごいずんぐりむっくりでめっちゃ太いで、こう見た目ですごく大きいディスクグラインダーに感じてちょっと使いにくいんじゃないかと思うんですけど、実際グリップここ皆さん握らないんで、ここもうグリップの太さっていうのはもう測っては正確的に数値的に測ってないんですけど、ほぼほぼ一緒。持った感じ、もう今までの電気式のグラインダーとかを使ってる人からするとすごく細くて握りやすい形状になってます。 X ロックプロショップとかホームセンターとかでも見かけるようになってきました。切断砥石でステン用とか厚みの違いとかで5種類で、検索砥石でサンディングディスクペーパーでパッドに貼り付けて研磨をするタイプで、用途が3用途あって番手違いで全部で18種類。さっき使ったこれですね、これが4種類でコンクリートダイヤであと石材用のダイヤが全部で6種類で、あと多用途のその塩ビ管を切ったりとか、調光チップじゃないんですけどそういったディスクもあるし、あとワイヤーブラシもひねりとストレートとかの組み合わせと真鍮とスチールがあるんで全部で8種類今発売されてます。 X ロックなかなか近くに売ってないから買う時大変だなっていうことももうかなり去年の夏動画を撮った時から比べると少なくなってます。だってやっぱ便利じゃん。これやけんそうだね。そうで交換する時もこれ、ぜひこれから先皆さんグラインダー充電式を買おうかなと思った時はボッシュの X ロックを一つ候補に入れていただけたらと思います。実はボッシュとマキタっていうのがその技術の提携とかに関しては昔から結構仲が良くて、マキタも 18V の X ロックで GA420 っていうのと GA520 っていうX ロックの対応のディスクグラインダーを出してます。どうしてもマキタファンでも X ロックを使いたいっていう視聴者の皆さんいらっしゃいましたら、そのマキタの方もいいかと思います。マキタのディスクグラインダー X ロックのディスクグラインダーにもここはきちんと合いますので、もしお店に買いに行ってボッシュのこれしかなかったけどご心配なく合いますので、さっき技術提携の話があったんですけど、昔マルチツールっていう前がボッシュが出した時にカットソーっていう名前で出して発売をしてて、ぼちぼちやっと認知度が高まって売れてきだしたかなっていう時にマキタと技術提携をして、でマキタがマルチツールっていう名前になって出したらすっごくマキタが売れてボッシュのマルチツールがちょっと売れ行きが伸び悩んだっていうのはここだけの話です。プロコアの電池今回これが8アンペア、もう一個小さいのでも4アンペアっていうのがあったりとかして、ヨーロッパとかのメーカーっていうか基準っていう EU 圏の基準っていうのが非常に日本よりもちょっとこう表示とかが厳しくて、10年ちょっとぐらい前にパナソニックがヨーロッパにその5アンペアの電池と4アンペアの電池を向こうで発売しようとして、日本でいう公正取引委員会からチェックが入って、日本は最大の容量表示でいいんですけど、ヨーロッパとかは最低のその保証、絶対これだけはありますよっていう表示をやりなさいということで、だから電気関係のお仕事とかされてる方がだったら多分覚えてあると思うんですけど、 18V の 4.2 アンペアとか 18V の 3.3 アンペアとかっていう電池があったっていうのが、実はそのヨーロッパのその性能表示の仕方でその 4.2 とか 3.3 っていうちょっと不思議な数字になったっていう経緯がちょっとここだけのこぼれ話です。じゃあ今日はプロコアとビターボ、日本のボッシュのカタログではバイターボって書いてますのディスクグラインダーと、昔ながらの形式のディスクグラインダー、このグラインダーでも十分他のメーカーのディスクグラインダーと渡り合える力はあります。これはさらにそれを超えてます。私たちがやっぱりこう伝えたかったっていうのが、闇雲に電圧でもなくて電池のその仕組みとかモーターの構造とかっていうのを新たに作り変えることによって、また強い進化した電動工具が作れる、また作ったっていう電池自体も前のもきちんと使えるっていうところで、ボッシュのそのお客さんに対する考え方とかのも感じた商品、これをぜひ紹介したいと思いまして、今回この動画を作らせていただきました。じゃあ今日は動画のご視聴どうもありがとうございました。